はい、ウェーブラボ講座第6回目。今回はウェーブラボ独自のプラグインエフェクト、マスターリグについて解説していきます。マスターリグはマスタリング向けのエフェクトを統合したプラグインで、マスターセクションやオーディオモンタージュのエフェクトとして使用します。それでは立ち上げてみましょう。マスターリグはスタインバーグ、マスタリングのカテゴリーに入っています。適用するとこのような画面が表示されます。一見するとただのイコライザーのようですね。これはデフォルトではイコライザーがモジュールとして追加されているためです。マスターリグにはモジュールという概念があり、アドモジュールで他のエフェクトを追加することができます。コンプレッサー、イコライザー、ダイナミック EQ、サチュレーターについては2段掛けが可能になっています。いくつか追加してみましょう。モジュールをクリックすることで切り替えることができ、右上の×ボタンで削除、左上のボタンでバイパス、左下の S ボタンでソロにすることができます。このようにモジュールをチェーンさせて使用するのがマスターリグの特徴です。モジュールの構成や設定はシーンとして最大4つまで保存しておくことができます。複数の設定を比較したり、バリエーションとして1つのプリセットに組み込んでおくといったことが可能です。シーンはコピーを行ったり、名前を変更するといったこともできます。続いてプリセット機能を見てみましょう。プリセット機能では自分で組んだモジュール構成やシーン構成を保存したり、便利で参考になるファクトリープレセットを利用したりといったことができます。ウィンドウ上部のこの部分をクリックするとプリセットメニューが表示されます。プリセットに名前を付けて保存を選択するとダイアログが表示され、現在の状態をプリセットとして保存することができます。このように表示されるようになりました。プリセットの整理を選択すると、プリセットフォルダーにサブフォルダーを作成してプリセットを移動したり、通常のファイル操作でゴミ箱に入れて削除することもできます。このようにフォルダ構成も反映されました。設定を一時的に記録を選択すると、5つまで設定を一時保存でき、設定を呼び出すで復帰できるようになります。ファクトリープリセットでは、あらかじめ用意された多数のプリセットの中から楽曲にマッチしたものを探すことができます。マスタリングの手順として参考にし、自分好みにモディファイしても良いでしょう。それでは各モジュールについても見ていきましょう。まずコンプレッサーについて。最大4バンドのマルチバンドコンプレッサーです。左上のバンズの部分からバンドを増減することができ、シングルバンドにすることもできます。バンドの幅はスペクトラムディスプレイ内の色分けの境目を左右にドラッグすることで調整できます。各バンドではコンプレッサーのタイプを指定することが可能で、スタンダード、チューブ、ヴィンテージ、マキシマイザーの中から選択します。タイプによってパラメータも変化していますね。パラメータはおなじみのもののほか、ミックスを下げていくことでコンプのかかっていない原音を混ぜていくこともできます。この ST と書かれてある部分の左矢印をクリックすると LR 別の設定、右矢印をクリックすると MS 別の設定を行うこともできます。また各バンドでサイドチェインフィルターを使用することができます。左下の SC マークをクリックするとパラメータが表示されます。サイドチェインフィルターでは特定の帯域の音量に反応しないよう周波数や Q を調整することができます。ちょっとやってみましょう。アクティブにしてリッスンボタンを押してサイドチェインフィルターをかける帯域のみをモニターします。そしてフリケンシーを動かしてキックに相当する周波数を探していきましょう。この辺りですね、Q を絞り込んでみましょう。そしてリッスンを切ります。これで先ほど指定したキックの領域についてはコンプレッサーが検知しなくなるということになります。続いてイコライザーです。キューベースではフリーケンシーとしておなじみのタイプですね。8バンドが用意され、それぞれピーク、ローシェルフ、ハイシェルフ、ノッチのほか、1番ではローカット、8番ではハイカットのカーブタイプを選択することができます。コントロールは一般的なパラメトリック EQ と同じで、フリーケンシー、ゲイン、Q で行います。またこちらも ST と書かれてある部分の左矢印をクリックすると LR 別の設定、右矢印をクリックすると MS 別の設定を行うことができます。
その左にある LIN と書かれてあるボタンをクリックして点灯させると、位相ずれを防ぐリニアフェーズ EQ として使用することも可能となっています。続いてダイナミック EQ です。固定的に帯域を操作する通常の EQ に対し、ダイナミック EQ は入力音量に応じて動的に帯域を操作することができます。4バンドが用意され、通常の EQ と同じようにフリーケンシー、ゲイン、Q でターゲットとなる帯域やブースト、カットの値を設定します。カーブのタイプはピーク、ローシェルフ、ハイシェルフの3種類です。実際に操作して音を鳴らしてみましょう。正しいかどうかなんてわからないけど、音量に合わせて動きながら EQ がかかっているのが分かりますね。この動きをコントロールするのが下のダイナミックスセクションです。メーター上のスライダーもしくはスレッショルドつまみで入力音量に対して EQ が反応する式値を決めます。そしてレシオで反応の比率、アタックとリリースで反応の速度を決めます。こちらも ST と書かれてある部分の左矢印をクリックすると LR 別の設定、右矢印をクリックすると MS 別の設定を行うことができます。またダイナミック EQ でもコンプレッサーと同様、サイドチェーンフィルターを使用することができます。続いてサチュレーターです。最大4バンドのマルチバンドサチュレーターとなっています。こちらもコンプ同様、左上のバンズの部分でバンドを増減でき、バンドの幅は色分けの境目を左右にドラッグすることで調整します。各バンドでサチュレーターのタイプを指定することが可能で、テープ、チューブの2つから選択します。そしてドライブつまみでサチュレーションの量を調整します。ミックスはデフォルトでは 50% となっていますので、好みの量に調整しましょう。こちらも ST と書かれてある部分の左矢印をクリックすると LR 別の設定、右矢印をクリックすると MS 別の設定を行うことができます。続いてイメージャーです。最大4バンドのマルチバンドイメージャーとなっています。こちらもコンプ同様、左上のバンズからバンドを増減することができ、バンドの幅は色分けの境目を左右にドラッグすることで調整します。各バンドのウィドスつまみでステレオイメージを広げたり狭めたりすることができます。またバンドごとにパンを振るといったことも可能です。最後にリミッターですが、リミッターは4つのセクションに分かれています。まずバランスセクションはミッドとサイドの音量バランスを調整することができます。またそれぞれをソロで聴くということも可能です。次にトランジェントセクションをオンにすると3バンドのトランジェントシェーパーを使用できるようになります。ATT でアタック成分の増減、REL で余韻成分の増減、ゲインで全体の出力の増減を行います。音圧を上げると潰れがちなスネアやキックの補正に役立ちそうですね。ハーモニックセクションをオンにするとリミッターモジュールが信号を緩やかに抑え始めます。同時に真空管アンプを使用したような温かいサウンド特性をオーディオ素材に加えます。ドライブつまみを上げることで効果を高め、アナログ的な飽和感を出すことができます。はい、これは少し聞いてみましょうか。上げすぎるとちょっと歪みますね。オフにします。もう一度オンにします。はい、微妙な差ですけれども、やはり音質は変化していますね。2次倍音、3次倍音の量を個別に調整することも可能です。リミットセクションはブリックウォールもしくはマキシマイザーの2つのタイプから選択します。ブリックウォールは純粋なリミッターでアタックタイムが速いため、不自然な響きを発生させずに瞬発的なオーディオレベルピークも低減できます。リリースはつまみでの調整が可能で、オートモードも備えています。オーバーサンプルボタンはオンにしておくとサンプル間に発生する歪みを防ぎます。ST リンクはオンの状態では左右チャンネルが同期してリミットされ、オフにすると左右個別にピークを検出してリミットします。マキシマイザーはリミットをかけながら音圧を上げていく、いわゆるマキシマイザーです。アウトプットでリミットをかける最大音量を決め、オプティマイズで音圧を上げていきます。ミックスで弦音を混ぜることも可能です。クラシックからモダンタイプに切り替えるとリリースとリカバーが表示され、それぞれリリースタイムと
リリース開始位置の復帰速度を調整することができます。はい、以上のようにマスターリグはマスタリングに必要なエフェクトを一通り揃えており、柔軟な設定が可能な優れたツールです。ぜひウェーブラボでのマスタリング時に活用してみてください。ご視聴ありがとうございました。